尾瀬神社のこのご祭神がここにお静まりになったのが4月4日、人間で言います誕生日でございます。そういうことで4月4日が例祭日とされておるわけでございます。またこの駿河湾の海を一望とする漁師様方が女装してこのご祭神が男の神様でございます。海を静かにされまた大漁を願うということで漁師様方がそういう格好をされてお参りに見えているようなお社でございます。尾瀬神社宮司の野村義輝でございます。当初の神社の由来をちょっとご説明させていただきます。白鸚13年684年の頃、土佐の国四国でございますが、そこで大地震が起きまして大陥没されてこの尾瀬の岬ができたということで引手力の命というご祭神になるわけでございます。土佐の国を引っ張ってきたということで新たかな神社だと言われておるわけでございます。当社はこの国の天然記念物になっております白神が120本生殖されておるわけでございます。また境内の中には上池とされております三方海に囲まれている中淡水の池がございます。その中には鯉、船、またナマズとか生殖しているわけでございます。ここの部落は小若い衆、小さい若い衆って独身の人ですね。大体長男で独身、でそういう人が尾瀬祭りに、尾瀬にお参りに行ったんですよね。女性の長襦袢をして顔はお化粧して当日の朝7時か7時半ごろここへみんな放送と集まってくるんじゃないですか。で一応餅をまいたり子供にお菓子をくれたりやるんですけどね、人寄せのためにその子供たちが中学生高校生になると船に乗れる。そうですね。それをだから継続させるにも、今小学生のうちから踊りを覚えさせて、昔はそんなもんなかったんだけど。もう漁師さんがいないから伝統的なあれを守ろうっていう強いな。今はね。お祭りのしゃぎりはちゃんちゃらおかし、馬鹿踊りとこの地域では言われておりましたが、沼津市には御用邸があるために陛下に見せるためにはやはり勇踊りという言葉がふさわしいと言われて勇踊りと今では言われております。大体4種類ぐらいあるんですよ。踊りが4種類で、それを順番にね。でその部落によって踊りが違うんですよ。みんな同じじゃないんですよ。今はいろんな漫画の顔をされたりしておりますが、昔ではやはりお化粧をされて自分が恥ずかしくない、そういうことも照れをなくすために化粧をされているということがあるようでございます。
昭和の時代の40年頃でしょうか。やはりその頃にはまた由比蒲原とか大勢見えててくれたんです。しかし規制されました。これはやはりちょっと海の揉め事ということで、お祭りの時に、死傷者が出るほどの喧嘩があったわけでございます。そういうことで警察から日を改めて来るようにということで、由比蒲原の人たちはもう1月に見える方と4月の26日、4月の最後の土日で参拝にお見えになってくれているわけでございます。その前は本当に大勢の方がですね、本当にお参りに来てくれて、僕ら若い頃は大瀬に行ってもう船がいっぱいでつけるとこないもんで沖へつけて泳いでロップをあれしてボート一つ乗ってってそのボートで客を乗せ下ろすのに紐伝われて下ろして。また露店も参道ずっとあったわけです。今では5、6軒ぐらいしかないような状態になっちゃっておりましてね、なんか寂しいなと思うわけでございます。お祭りっていうとワイワイすることがお祭りと思うんですが、やはり神様に誕生祭ということでの神事を行い、海の神様ということで内浦漁協というのがこの地域にはございます。そういったことで尾瀬の4月4日の御例祭にイベントとしてやはり海のお祭りごとの後の楽しさを作っていただいたというふうに私は思っております。本来この浜辺で尾瀬の浜辺でああいうイベントを行いたいわけですが、やはり一番4月4日となりますと桜の咲く時期、この時は一番風が強くまた厳しい状況になるということでですね、やはり外に建物を作ってものを行うということはなかなか厳しい時期でございます。そういう時にはやはりね、漁協祭の方ですともうそれだけの施設があるということで人が集まりやすい、そういうことがあるじゃないかと思ってお互いに共存共栄し合ってやってるお祭りでございます。尾瀬の大神様のご加護をやはり、日本の国のご安とはもとより、今地震ということで騒がれている私たち地域でございますが、そういうことのないことの常に神様にお願いし、大難が湘南で済むことを願っているわけでございます。どうか神々のね力をどうかご安泰で日々国民が過ごせますことを心からお祈りする次第でございます。